名古屋市科学館というところに行ってきました。すごいよかった。まずさ、ごめんね。いきなりお金の話をして本当に申し訳ないんですが、これね、入場展示室のみだったら一般400円。ここね、プラネタリウムがありまして、もしプラネタリウムも見るってなったらプラス400円で800円なの。安っ安すぎるやろ。今回そのオンラインでチケットを買うこともできて、で、オンラインでチケットを買ってたんですよ、まどかさんが。全員分取ってくれまして。だから、後から聞いたとよ、その、入場料の話とか。と思って、ほんともうギャグ漫画よろしくでもう目玉飛び出るぐらいびっくりしたんですが、なんでびっくりしたかっていうとね、でっかいの、もうほんとにね、展示スペースがでっかいので、なんでもある。まずプラネタリウムがあるっていうのは今言った通りなんですけれども、それ以外に、例えば、地球の姿っていうフロアがあって、そのフロアでは、その地質学的なところであったりとか、立体元素表みたいなやつがでーってあって、で、元素で何が作られてるのかみたいなのが一目でわかる展示があって、あ、これってこの元素からできてたんやみたいな、すごい一目でわかる立体元素表みたいなのがでーんってあったりとか、あとね、最先端科学とかもあって、あと、個人的に、ふわーってなったのが、望遠鏡？プラネタリウムって機材使うやんか。そのプラネタリウムの機材とか、望遠鏡とか、顕微鏡とか、ああいうなんか何かを観察するタイプのものがいっぱいあるスペースがあって、そこがね、めっちゃすごくて、ここはツワイスのレンズで、ツワイスってカメラのレンズのツワイス、こんなところにも使われてたんかとか、そういうね、いろんなところもあってね、楽しかったなー。で、基本的に、今回のこの名古屋市科学館行ってみて思ったんですが、体験型のものが、とっても多いです。みんなで、キティちゃんのさ、ポップコーン、ポップコーンはいかがの時にさ、ポップコーン作る時にぐるぐる回すやつあるじゃないですか。あれと同じ原理で、みんなで金属疲労を起こして金属を壊そうみたいな感じとか、ぐる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 って回して、金属疲労を起こして金属割れるのかみたいな、はーとかやったりとか、あとね、竜巻発生装置がある場合、竜巻発生装置、これもすごかった。これ2階とかにあったんやけど、3階とかまでなんかフロアぶち抜きで竜巻を発生させる装置とかがあってスイッチ1個ポチって押したら竜巻がゴワーって発生しだすの。あと天文台もあって、天文台に行くとでっかい望遠鏡もうバカでっかい望遠鏡をね、見ることができたりとか、手のひら、ーんって伸ばしても全然収まらないよ。もうそんなレベルじゃない。でっかい望遠鏡があって、それもね、見れたの、すごいよかった。科学館自体、地下2階から6階まであって、で、それとは別で、プラネタリウムと天文台があるんですよ。地下2階から6階までも全部体験型の展示やけん、1日おっても見終わらん。本当にね、そのぐらいの規模感の科学館だったんだけど、ラデンね、まあもともと理系出てたとはいえ、そこまでね、科学に親しくしてるわけじゃなかったけん、楽しめるかなーとか一瞬思ったんですが、めっちゃ楽しかった。もうすごい楽しかった。なんか基本的に体を動かして体験してみようとか、これ押してみようみたいなのとか、そういうのがいっぱいあったんで、これね、お子さんとかでも楽しめる。そう。だからそれで800円ってなったのは、そこなの。プラネタリウムなんですが、すごかったここで導入されてるプラネタリウムが、ユニバーサリウムなんとか型プラネタリウム、光学式プラネタリウムで、これなんかっていうと、なんかすごく、めちゃめちゃ本物に近い星空を再現できるようなプロジェクターがあって、で、これが導入されてるプラネタリウムが名古屋市科学館なんですよ。これがね、すごくて、まず、すごかったポイントいきますね。席がですね、一人ずつの席なんです。独立してて、一個一個が。やけんこう映画館みたいに隣の人がいて、っていう感じじゃなくて、一個一個独立してるんです。だから、すっごい見やすい。カップルの皆さんには申し訳ないんですけど、手は繋げません。これを見ている
カップルの皆様、ご夫婦の皆様、大変申し訳ないんですけれども、手はつなげません。ざまみろ。もうちょっと、今一瞬ラデンのこの見部分が一瞬垣間見えましたけれども、独立してるシートなんですが、リクライニングできるんですよ。こういう状況これ、わかる？で、こういう状況になると、何ができるかっていうと、もうドーム状になっとるプラネタリウムの星空を一望することができるんよー。戻ってきました。満天の星空を全部自分の目にね、映すことができるの。しかも、その椅子はですね、こんな感じで、ちょっと回る。その360度ぐるーっと回るって感じじゃないんですが、そう、それもやっぱ独立してるからこそできるやつなんだなーって思ったんですが、見てる人がどこを見たいかに合わせて、リクライニングもできるし、くるくる回る椅子もあるし、みたいな感じやったという。いや、これが良かった。やっぱさ、視界が広がるって、それだけで楽しいじゃん。いろんな見るものがあるってなるとさ、そんでもって、今回見たプログラムっていうのが、なんかスマホで楽しむ星空観察みたいな、そういうプログラムだったんですが、いろんなプログラムやってて、もうなんか、毎月変わるレベルで、もうすごいいろんなプログラムやってるらしくって、その中から今回はこうスマホで楽しむ星空解説みたいな感じのを見たんですけれども、もうこうやって星空解説からこう始まるわけですよ。それでは、南の空を見てまいりましょう。皆様から一番輝いて見えるこの星。この星は夏の大三角形をつなぐみたいなさみたいなさ、ずっとそれをね、聞きながらリクライニングしながらこう聞きながら、すごい綺麗だなこれ、これ確かね、一公演50分間ぐらいあったんですが、これはあと50分も聞けるなんて、最高だなうわー、こっからどんな映像が見れるんだろうやっちまったわやっちまった寝ちゃったよやっちゃっためちゃめちゃ暗くなるんです。あと夜のね、夜空を再現するので、その場所が暗くなるっていうのは皆さんわかると思うんですけど、どれくらい暗くなるかっていうと、隣に座ってる人の顔が見れないくらいの暗さになるんです。だからもう風に油断してね。真っ暗でさ、満天の星空でしょ？で、いい声のアナウンス。それではこちらをご覧ください。デネブ、アルタイル、ベガ、夏の大三角形です。みたいなこともさ、それがさ、すごいいい音響もまたいいのよ、それが。もう、めちゃめちゃ透明感のある声が音響も綺麗な音響から最高の状態で聞こえてくるわけよ。無理だよ、それ寝るなっちゅう方が難しいわ、あれは。いや、でもさ、全部見たかったんよ、気持ちとしては。全部聞きたかったっちゃけどさ、いや、でもさ、それでも寝ちゃうよ、あれが本当に。途中でそう、ふとさ、寝て、で、やばい、今自分が寝てるって自覚した時点でパッて起きて、で、やばい、これほんと眠い。いっそのこと、寝てしまえばいいんじゃないかと。自分の中のさ、眠気を変えないじゃん？もうペットとしてさ、もう制御できないわけ。だからもうここは、もう自分の眠気と戦わずに、強制してここで寝た方がだいぶいいんじゃないかと思いまして、途中で諦めて。いや、なので、ちょっと名古屋市科学館プラネタリウムは、今度リベンジしに行く。リベンジしに行きます。絶対。これはマジで、本気でリベンジしに行く。で、全部見る。絶対全部見る。これはリベンジ、心に誓いました。もう気持ちよく寝ちゃった。みたいなこともありつつ。なので、本当に、この、名古屋市科学館のプラネタリウム、本当におすすめです。で、これね、公式サイトに書いてあるんですが、2011年3月にリニューアルオープンした新しいプラネタリウムは、限りなく本物に近い星空の再現を目指し、ドーム内径35メートルという世界一の大きさと映像クオリティを実現しました。いや、そらそうよ。あれもなんか、いろんなプラネタリウムを見てきたんですが、衝撃だったもん。うわーってなったもん。設備もすごいし、解説もすごいし、やっぱ映像が綺麗だし、音響もいいっていう、もう本当に火の打ちどころのない完璧なプラネタリウムでした。最高でした。